こんにちは、タリヤノです。今日は日本語消えかけてもなお残り続けたこの奇跡の言語、少し見ていきましょう。日本語は謎の言語というふうにも言われています。というのも他の言語と比べた時にその言語的なルーツっていうのが明らかにはなっていないというふうにされています。朝鮮語であったり、モンゴル語であったり、あとはそのフィリピンのオーストロネシア語などと近い関係にあるみたいなお話も一時期はありました。ただこれあくまでも予想であってですね、決定的な根拠には欠けていました。ただここに近年新たに発見された面白い話っていうのがあります。距離的にですね、遠く離れてるフィンランド語ないしそのハンガリー語ですよね。こういったところには共通の言語っていうのが発見されました。他にもですね、驚くべきこととしては漢字がですね、日本に入ってくる前っていうのは日本には文字は存在しなかったっていうことなんですね。現在の日本語っていうのは和語、漢語、カタカナ語っていう3つを組み合わせてきた言語です。漢語が初めて中国から日本にやってくるまでっていうのは文字がなかったんですね。文字が残ってないとですね、当時の言葉を推測することはできないんですね。漢字を使い始める前のですね、日本に住んでた人っていうのがどういう言葉を使ってたかっていうことを知ることはですね、ほぼ不可能に近いとされています。日本語を話す人々がですね、漢字に出会ったっていうのはですね、1世紀頃っていうふうに推定されています。で、これなぜわかるかっていうとですね、福岡県で出土した金印であったり、あとはその長崎県から出た銅銭などにですね、漢字が残ってるんですね。どれもがですね、もともとその中国大陸で作られたものでして、それぞれ金印にはですね、漢の和の羅の国王であったりとか、あと銅銭には河川というようなですね、漢字が記載されてるっていう形です。そしてその漢字だけではなくてですね、日本語が仮名文字っていうのを使い始めたのがですね、5世紀以降っていうふうに考えられてるんですね。これもですね、国内で見つかった文字の記録から分かっていることなんですね。稲荷山古墳で見つかった、金作名鉄剣っていうですね、鉄剣、こちらに文字が刻まれてますと。で、この鉄剣はですね、5世紀末ぐらいに、考えられるような年号っていうのが出てくるんですね。なので、その5世紀末には万葉仮名で、日本語を表記するようになってたというふうに考えられています。で、この万葉仮名っていうのはですね、日本語のその人名にあたる部分ですね。人名にあたる部分については当て字をしてるんですね。例えば、この鉄剣で言うとですよ、ハテリっていう人の名前を、このね、半分の弓の比べるっていうふうに、こういう形で書いてます。なので、その日本にはですね、この時文字がなくて、漢文では表せない日本語独自の部分ですよね。それを、漢字を当てはめるしかなかったというふうに考えられてるんですね。で、この、万葉仮名っていうのを元にして、ひらがなであったり、カタカナっていうのが、できてきてますと。で、こうやってですね、長い歴史を通じて、日本語っていうのは発展してきたわけですよ。今やですね、もう当たり前ですけど、日本人にとっても、日本文化にとっても、日本語っていうのは切っても切り離せないわけですよね。ただですよ、この日本語、消滅しかけたことが何度かあるんですよ。これをちょっとご紹介していきたいと思います。日本語の最初の危機っていうのはですね、明治初期に訪れました。で、これ郵便制度の父としてですね、知られる前島密さんっていうのがその危機を作った一人なんですけど、この方はですね、1866年に江戸の最後の将軍徳川慶喜にですね、仮名文字での教育を推進せよという進言を行うわけです。で、その進言の中でですね、何を言うたかというと、漢字のような複雑極まりない文字を覚えているから教育が普及しないんだって、こう言ってるわけですよ。この申し立てっていうのは、退けられました。退けられたんですけど、前島さんはですね、明治政府、時代が明治に変わって明治政府に使えるようになっても、ずっと主張してたわけですよ。で、こういうですね、漢字廃止論っていうのは、実は前島さんだけじゃないんですね、言った人っていうのは。意外な人物がこれ言ってます。で、これ誰かっていうとですね、慶應義塾大学、慶應義塾を作った福沢諭吉さんですね。福沢諭吉さんも、難しい漢字を使わないようにすれば、2000か3000ぐらい漢字があれば十分だろうっていうふうにですね、漢字を制限するような、こういう案っていうのを言ってました。で、他にもですね、例えばそのローマ字ですよ。ローマ字を公用語にしてはどうかっていうふうにですね、考えるローマ字派であったり、あとはその日本語に最適な文字である、仮名だけにしようっていう、この仮名派ですね。こういったような派閥もその頃生まれていきました。他にもですね、有名な方で言うと、暗夜航路で知られる小説家ですよね。志賀直哉さん。
なんかはフランス語公用語にしようみたいな、なんかこういったようなですね、突飛な意見も当時は聞かれたりしました。とはいえですね、漢字は廃止されずに戦争をですね、2回経験して、日本は敗戦国っていう風になるわけですね。この敗戦の原因っていうのは何かと考えた時に漢字だということで漢字のせいにされましてですね、漢字廃止論っていうのはまた動き出すわけですよ。当時日本を占領してたこの GHQ ですね、連合国軍総司令部が動くわけですよ。 GHQ の要請でですね、アメリカ教育施設団っていうのが、日本に派遣されてきますと。で彼らはですね、1946年のその発表の中で何を言ったか、日本字をローマ字表記にして漢字の詩をやめなさいと。その時間を外国語であったりね、数学の学習に当てるべきだってこう言ったわけですよ。報告書の中でもこういうふうに言ってます。歴史的事実、教育、言語的分析の観点から見て、いずれ漢字は一般的書き言葉として全廃されると。音表文字システムが採用されるべきだと。こういうふうにですね、したわけですよ。1948年にはですね、GHQ が今までその報告書を受けて、日本語をローマ字表記にしようとする計画が持ち上がるわけですよ。で、この全国の15歳からですね、64歳までの約1万7000人を対象にですね、日本人の読み書き能力調査っていうのを大々的に行うわけですよ。ちょっと GHQ もびっくりしたんですけど、結果は漢字が読み書きができない人っていうのは 2.1% でとどまったみたいなんですよね。日本人の識字率っていうのはとても高くて、漢字とですね、識字率っていうのはもう本当に関係がないよねっていうことが明らかになったわけですね。こういったこともあって、この漢字をですね、廃止する論っていうのは、60年代ぐらいから徐々に下火になっていきましたと。ただですよ、この漢字の数をできるだけ少なくしようっていう動きっていうのはずっとあったんですよ。漢字制限論っていうんですけど、70年代ぐらいまで影響力があったわけです。漢字制限論を唱えた有力な人物、これがですね、ロボの意志とかいうですね、小説で知られる山本雄三さんなんですね。文部省、国語政策っていうのをですね、考える委員会を作ったんですけど、そこの委員長に就任したのがこの山本雄三さんだったんですね。で、この1946年にこの委員会はですね、今まで使ってた常用漢字っていう言葉をきっぱりやめましてですね、東洋漢字っていう風に名前を変更しました。東洋漢字っていうのはですね、当面使う漢字っていう意味合いで、法令であったり、公文書であったり、新聞雑誌、あとはその一般社会では、この漢字しか使っちゃダメですよっていう、そういうお触れを出したわけですよ。国として、だから漢字の数を制限したわけですよね。この東洋漢字からですね、振り仮名が廃止されていったわけですね。なのでその漢字はもはやですね、もう死にたい、もう本当に絶滅危惧みたいな感じになっちゃったわけですよね。この苦難のですね、時代を乗り越えた日本語に待ってたのは意外な展開だったんですよね。当時この漢字のですよ、制限を政府が推し進めたその大きな背景にはですね、英字式のタイプライターの存在があったわけですよ。この英字式のタイプライターで漢字が書けないよねっていうふうに考えてたわけです。そもそもその英字式なんで、まずその手書きよりも早く書けますよねと。でも日本語ではですね、漢字と仮名を両方使わないといけないから、タイプのですね、時間がかかってしまって、西洋の方と比べるとですね、不利だと。そういうふうに結論付けてたわけです。そこで漢字の数を少しでも減らそうと思ってですね、東洋漢字1850字っていうのを決めたわけですね。そんな中に1978年に登場したのが日本語ワープロだったんですね。日本初なんですけど、その仮名とですね、漢字、これを変換するシステムっていうのを東芝がですね、完成させて商品化させたものだったんですよ。で、これによってですね、漢字を制限する必要、お題目みたいなのが消えちゃうわけですよ。実際ですね、ワープロの登場から3年後の1981年に大きな変化が起こります。東洋漢字っていう風にですね、名前変わってましたけど、ここからまた元の常用漢字に名前が変わるわけですよ。で、さらにその95文字増えてですね、1945字になったわけですね。で、これ常用漢字っていうのは、そのさっきの東洋漢字みたいにですね、当面使う言葉みたいな感じで制限するんではなくて、一般生活における漢字の目安ですと。で、フリー仮名もですね、必要に応じて使うことを認めました。これはですね、要はその漢字の制限が消えた瞬間でもあったわけですよ。さらにですね、その後、2010年のですね、改定で常用漢字っていうのはですね、2136文字まで大幅に増えました。
漢字の制限がなくなったことでですね、多様な表現を楽しむことができますし、これもですね、元はといえばそのワープロの開発があったことっていうのはですね、結構興味深い話かなと思います。日本語はですね、学ぶのも難しくて、あとその書くのも大変な言語だと思うんですけど、独特の言い回しがあって、漢字であったり、カタカナ、そういったものが混じったですね、世界でも類を見ない文化を築けたとも言えるというふうに考えると、本当にそこに歴史の面白さを感じます。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでも役に立ったらぜひ高評価いただけると嬉しいです。今後もこういった歴史に関する動画をどんどん取り上げていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、タリアノでした。バイバーイ。